こんにちは。はじめましての方ははじめまして。イラストレーターのキュートなぎです。イラストの最後の仕上げとして影を落とし忘れているところがないか確認していきましょう。影の位置は 100% 正確でなくても構いません。ただ、ある程度は正確な方がそのイラストが批判をされにくくなるみたいな要素にはなると思います。私も学生の頃はわからなかったのですが、基礎が何のためにあるのか考えてみれば、自分の身や作品を守るための鎧であるようにも思います。アーティストたちが当然のように芸術に正解はないと思っていたとしても、残念ながらそれはあんまり一般常識ではないということに後から気がつきました。特に悪意のない子供が抱くような純粋なこれ変だよとか綺麗じゃないよという疑問に対して言葉が苦手だから絵で表現しているというアーティストほど傷ついているように感じます。私も昔はそうでしたし、だからこそさらにより多くの人が傷ついてほしくないとも思っています。自分はあまり心が強くないと自負している方は、本や学校、インターネットの講座を通して、ちょっと辛いかもしれないけど、頑張って基礎や物事の根拠を学んでほしいです。でも、正しくなくても、揺るぎないこだわりを持っている方もいらっしゃいますよね。そういう方はいつでも自信を持って、それを説明できるようにしておきましょう。特にそれがあなたの作品に起因するものならよりいいですよね。まあこれは例えなんですが、ここは鏡の世界を表現しているんだよ。だったり、人の歪んだ心を景色として描いているから歪んでいるみたいなのでも十分説得力はありますよね。正しさが全てじゃないからみたいな理由でも大丈夫です。とにかく堂々と絵を描いて、あなたがそういう作家性を持っているんだということを作品の中で伝えてあげてください。話がそれましたが、足の下に落ちている影をずっと塗っていったと思います。ちょっと実際の両足の距離に比べると、影同士の距離の方は遠すぎないかなと思いました。両足の真ん中あたりにはチラシのようなものがあるため、その影を落としています。ざっくりとメインモチーフの影の場所を決めたら、床のタイルに影が被っているところがないか確認してみます。被っていたところがあれば、そこにタイルの明るいラインを引いてあげましょう。影になっているところに明るい一筋のラインを引いてあげましょう。余裕があれば、光のラインの隣にタイルの溝部分の影をお隣に描いても良いです。その絵を柔らかく見せたいか、石畳風にかっこよく見せたいかでも変わってくると思うので、自分で判断してみてください。影の塗りに戻ります。テーブル上のレコードとろうそくバーガーとの距離はそう遠くないと思いますので、その2つの影もそう遠くない間隔で入れていきます。新たに入れた影の色も左側の銀河風の影と統一感を持たせるように寒色系の色味を入れて、その後筆圧でぼかしてあげます。ここからは画面の下半分ばかりを見ていたので、気分転換に上半分を仕上げていきます。まずは画面全体が淡い青色に統一されてきていたので、当初の目的でもあったピンク色を申し訳程度に柱に入れてあげます。これは当日の気分で大丈夫です。ピンクの気分じゃなければ、青と相性の良い他の色を入れてあげてください。でも、すでに描かれているレコードの影やマカロン、ソファーやランプの反射などに使われているピンクを使った方が全体の統一感は出やすくなるでしょう。できれば最後まで諦めずにパースに合わせて奥のラインも取ってあげてください。影も含めてこの仕上げの作業というのは結構集中力がないと諦めてしまうゾーンでもあります。普通に集中力がなさすぎて変なものや奇抜な色を加えてしまったり後悔することも少なくありません。何もつけなければよかったのになんてことも起こり得ます。それでも時間に余裕のある方やどうしても描きたい方が最後に自分のこだわりを持って描ける
楽しい時間でもあると思います。なので、自分のためにも集中して書いてあげてください。もうマラソンの最後だから、今はこれだけに集中してまっすぐ走ろうみたいな感じで乗り切っていきましょう。最後にキャラクターや小物の仕上げの工程でどこかに塗り忘れがなかったか確認していきます。結構大事なところ、雲のヘアピンも塗っていませんでしたね。あとは何かもう一つアクセサリーが欲しいなと思ったのでシュシュをつけてあげました。かわいいですね。仕上げにポニーテール周辺に影の色を縦のラインで落としていきます。ここでも相変わらず私にとって縦のラインというのが美しく見えるラインであるというこだわりが出ていますね。というわけでイラストにおける最後の講義はこだわりを持って仕上げるというものでした。皆さんもぜひこだわってください。一通りスケッチができたらパースを作っていきます。パースの作り方ですが、最初は画面を横長にして自閉線を作ります。自閉線のどこからでも良いので消失点を作りましょう。1点通しの場合は消失点が1つ、2から3点通しの場合は消失点は2つになります。今回は3点通しなので、最初に自閉線に2つの消失点を決めて線を引きました。私のような落ち着いた絵を描く場合では、高さの消失点を決めることは正直難しいです。理由は消失点が近いと急な角度がついてしまい、理論上は間違っていなくても画面上では不自然になってしまうからです。自然な絵を描くなら高さの消失点は勝手に遠くなります。ダイナミックな構図を描きたい方は、ちなみに3点目をつけてみてください。落ち着いた構図で描きたい方は、このようなウニを作ってしまった方が早いです。ちなみに俯瞰の絵の場合は、自分が立っている足元の位置と思われる場所に消失点を置くのが良いと思います。これは同じような俯瞰のイラストを何枚も描いて、そのキャラクターがちゃんと目の前にいる感覚と自分との距離感をイメージする経験が必要になると思います。とりあえず3点通しも完璧な方法ではないので、出来上がった線を信じすぎず、見栄えのする画面を作るように意識することはおすすめです。そして人物のラフができたら一旦等身チェックをしましょう。仕上げ前にチェックできる自信がある人ならこのタイミングでなくても全然良いですが、忘れやすい人は先にすることをお勧めします。今回のように角度のついたイラストで等身を測る場合は、前後の数の丸を少し重ねるように意識してください。理由は透明なコップに映る水面などをイメージするとわかりやすいです。真正面では断面が見えない水面も角度がつくと見えるようになりますよね。言葉では少し伝わりにくいかもしれないので、画面も一緒に確認してみてください。私が描く等身はヒール付きの靴底で数えるのではなく、彼女自身のかかとから計算しています。なので基本的に靴を履いている絵だから、設定しているよりは等身が高く見えるはずです。現状深く座っている状態でしたが、机から少し出られなさそうで苦しそうだなと感じました。なのでソファーを浅くし、机も遠目に移動させ、座れる空間を作ってあげましょう。背景を描き慣れていない方は、このソファーに隠れている壁の部分のような見えないところの別レイヤーでパースに沿った背景を描いてあげましょう。理由はいくつかあって、背景を描き慣れるために試行回数を重ねてあげることが必要だからです。もう一つは、背景付きのお仕事をするときに見えない背景まで描ける人は有利になります。創作だけをしたい方にとっても描いてみたら思ったより壁とソファーが近いかとか、逆に少し空間があるから植物を入れようみたいな新しいイメージの役に立つこともあると思います。背景に慣れてきたらやらなくても良いので、最初のうちだけ体に覚えさせる感じでやってみても良いと思います。イラストを描くための基礎的なノウハウです。一筆書きドローイングという手法についてお話しします。私自身、
イラストレーターになる前は1週間に約20から50枚ほどの一筆書きドローイングを1年間で描いてきました。このドローイングを応用できるようになると、この先何年もラフの時短ができるようになります。やってみたいと思った方はぜひ実践してください。まずはじゃあお花からお見せしたいと思います。ちなみにこのお花は私が撮ったただのバラです。はい。ではここから一筆書きドローイングの開始です。同じ場所を被せてもいいので、一筆で描いていこう、形を取ろうという意識が大事になる作業です。バラの全体の形を取りつつ、アウトラインを取る練習にすごくなるなって自分で描いていて思いました。今手止まっちゃったんですけれども、このタイミングで一回筆離しちゃっていいです。一筆書きドローイングなんですけれども、どうしてもここは遠いみたいなところは筆離しちゃって大丈夫。もうできるだけ一筆書きドローイング。そうだな、あえて回数制限するんであれば3回まで離して OK。ちょっと自分に緩くやっちゃってもいいかなって思ってる人は4回まで離しちゃって OK。みたいな感じでやってみてください。あまり気負わずに数をこなす方が大事です。一つの作品を作るんじゃなくて、アウトラインを取ることを何回もやるっていうのが大事な作業になっていきます。じゃあ次、ひまわりですね。葉っぱのシワとか細かいところも一応描くっていうのが大事。まずは本講座で得られるものについてお話ししていきます。ライブ 2D で作るアニメーションのノウハウ。こちらは初心者向けとなっておりますので、どのイラストレーターさんでも簡単に動かせる内容になっています。本講座で解説する動くイラストについて、動くイラストを描いた経緯からお話しします。ドローイングワコムの案件を受けたことがきっかけです。ドローイングワコムのインタビューで、これからしてみたいことはと聞かれ、アニメを作ってみたいですと私は答えました。その場にたまたまアニメ制作に携わる方がいらっしゃって、それならぜひ書いてみませんかとお誘いいただいたのが始まりでした。それから1年間を通して合計5枚のアニメーションを制作いたしました。その時に初めてライブ 2D 社さんにつなげていただき、ソフトの使い方も指導を受けました。基本的にはそこで得たノウハウが本講座には活かされています。初めてライブ 2D を触るイラストレーターさんでも簡単に楽しく絵を動かせる内容になっているはずです。続いては私について軽く自己紹介をしていきます。メインである主に創作活動の方を紹介していきます。私は何年もかけてシリーズものを描くことが多いです。そのため物語の一貫性をとても大切にしています。本講座で解説するイラストも1枚で完成している作品ではなく、あくまで大きな物語の一部であると捉えていただけると嬉しいです。この講座はこんな人におすすめ。1、ラフの速度を速めたい方。ドローイングの課題が具体的にあるため、やる気のある方ほどおすすめです。2、基本的なパース、空間構築について知識を得たい方。人間は描けるけど背景は難しいと感じている方にもおすすめです。3、イラストの質感を高めたい方。これは特に中盤、重点的に解説しています。4、自分のタッチを維持したまま初めて絵を動かしたい方。特にライブ 2D の使い方がわからないとか、物理演算は難しくてわからないといった方でもいい感じになんとなくできる初級的な内容なのでおすすめです。本講座を通してドローイングの課題が今後あなたの絵に生きてくることや空間を作ることの楽しさ、アニメーションになった時の感動などを体験してもらいたいです。